夢日記、ガンシューティングゲーム。どういう経緯でそうなったのかは忘れてしまったが、気がつくとぽっちゃりとした女性と二人きりで薄暗い体育館の中にいた。記憶の中にはうっすらとこの女性と一緒にバスツアーに参加している断片的な風景があり、千葉県を巡っているツアーの最中のようだった。しかしこの薄暗い体育館の中には他のツアー参加者や添乗員さんの姿はなく、目の前には白いパーテーションが3メートルぐらいの間隔を空けて直列に並んでいた。するとパーテーションの影から人のシルエットをした白い縦看板みたいなものが横方向に滑るように出てきた。女性はいつの間に手にしたのかモデルガンを持っていて、その白い看板というか白い的に向かって撃ち始めた。しかし全く当てることができずに自分にモデルガンを渡してきたので、モデルガンなんて小学生の時以来撃ったことはなかったが、バーチャコップやタイムクライシスなどのガンシューティングゲームは一応通ってきたので、ちょっとかっこいいところを見せてやろうとばかりに白い的に向かって弾を撃っていった。本物のモデルガンだったなら全然ダメだったと思うが、この時の自分の頭の中はゲームセンターの感覚だったので、エイムする照準が見えていて的に当てるのは簡単だった。しかもリロードはパーテーション外を撃つと補充される仕様になっていて、現実とゲームが混ざり合ったような感覚だった。遊びで始めたつもりでもやってるうちにだんだんと夢中になってきてしまって、無心で次々に現れる的を撃っていると、そのうちに的の肩の部分のところにぼーっと浮かび上がる人間の顔が見えてきた。自分はファミコン黎明期からゲームをやってきているので、ゲーム感がすぐに働いて、こっちが隠しボーナスかと察して、今度は的の方ではなく的の周囲に浮かぶぼんやりとした人の顔を撃ってみることにした。するとピロリロリーンみたいな音がして、今度は人型の的の代わりに500円玉ぐらいの直径のスーパーボールが跳ねながら出てきた。今度は跳ねるし小さいしで全然当てられずにいると、手にしていたモデルガンがいつの間にかサブマシンガンになっていたので、自分はトリガーを引いたままパパパパパパッとスーパーボールの軌道上に弾を置いていく感じで連射をした。この作戦は成功したようで、全てのスーパーボールとはいかなかったが、なかなかの確率で当てていると、今度は BB 弾ぐらいの大きさのスーパーボールがザーッという感じで、パーテーションの間からとか関係なく体育館の床を埋め尽くすぐらいの勢いで大量に流れてきた。的自体はものすごく小さかったが、そんなことは関係ないレベルで大量に転がっていたので、狙いも定めずに適当に撃っていると頭の中がぼんやりとしてきて、次に気がつくとすでにゲームは終わっていた。目の前では女性がほうきを持って辺りに散らばった極小サイズの BB 弾を集めていて、自分も手伝わなきゃと思い、掃除用具入れ掃除用具入れとつぶやきながら体育館の中を見回していたら、あれこれ夢じゃないかと気がついて目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。